どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは、個人と法人の違いです。今回の内容について、1、企業は個人と法人どちらがいいのか。2、個人の場合のデメリットとメリット。3、法人の場合のデメリットとメリット。4、僕の意見、こういう場合はこちらについて説明していきます。1、企業は個人と法人どちらがいいのか。何か自分の事業を始めたいな、起業に興味があるなという方は多くおられると思います。今回は起業に関心がある人の初歩用の動画です。内容はあっさりしたものなので、人によっては物足りないかもしれませんけれども、今回の動画をきっかけに勉強や行動をしてもらえたら幸いです。結論です。事業をする目的、内容、規模、人生設計によって違います。個人の方が不利な場合がありますし、いきなり法人でなくても良い場合があります。個人イコール個人事業主、法人イコール株式会社の経営者として説明していきます。2、個人のデメリットとメリット。デメリットの説明です。まずは法人に比べると信用が低いです。融資が受けにくく、取引先からは個人だと断られることがあります。後で行う法人の説明を聞けば理解できると思うので、今はそうなんだぐらいで聞いててください。次に、年金は厚生年金に加入できません。基本は国民年金だけになります。それでは老後が厳しいので、国民年金基金等の任意保険があります。まあなんとかなるでしょうと国民年金だけだった場合は将来にリスクがあります。メリットの説明です。まずは開業届が簡素です。郵送代とか交通費はいりますが、開業届に対しての費用はいりません。ただ申請が必要な業種があります。例えば飲食店は保健所や消防署への申請が必要なので、自分のやろうとしていることはどうなのか調べてください。次に、事業内容の変更や追加は特に届け出を出さなくていいです。例えば、アクセサリーを売っていたところから、アクセサリー教室を始めた場合や、ブログを始めた場合には、事業追加ですが、届け出はいりません。個人は自由度が高いんですね。3、法人のデメリットとメリット。デメリットの説明です。まずは届け出の書類が複数で費用がかかります。費用は25万円以上です。次に事業内容は定款に書いていることだけです。途中で事業内容を変更する場合は定款の変更をしないといけません。定款の変更にも届け出と費用が必要になります。そして決算が赤字でも地方均等割というのを納めないといけません。地域によって異なりますが、7万円以上です。メリットの説明です。まずは個人よりも融資が受けやすく、取引先への信用が高いです。先ほど説明した通り、個人は簡素なのに対して、法人は届け出は複数で費用がかかります。赤字でも納めないといけない費用があります。そういうリスクを背負って行っているので、法人は信用が高くなります。次に経営者も厚生年金に加入できます。4、僕の意見。こういう場合はこちら。これからいろいろ勉強してきて、現段階で行き着いた意見を言います。すべてを鵜呑みせずに参考として聞いていただけたら幸いです。個人の方がいい場合です。まずは趣味で行っていることを収益化したい場合です。これは副収入を増やすとか、自分が好きなことをやって自己実現したい人は個人から始めた方がいいと思います。次に実践練習としてサイドでビジネスをやってみたい場合です。将来法人をしたい人はこれがおすすめです。実は僕も動画を作っている現時点では正社員で働きながら個人事業主の届け出を出しています。ブログやセミナー、YouTube で収益が出た場合に受け取れるようにしたかったからです。その過程で確定申告のために会計ソフトを使うようになりましたし、
マーケティングについても考えるようになったので、良い実践になっています。最後に、事業内容を固定化せずに自由にいろいろしたい場合と、自分だけや数人の小規模で行う場合です。フリーランスや個人のお店をしたい方には個人がいいのではないかと思います。法人の方がいい場合です。まずは厚生年金などの諸制度の活用です。法人だからこそ活用できる制度があります。次に事業の規模を拡大する方向性を決めている場合です。例えば雇用する人数を増やしていく場合は法人の方がいいのではないかと思います。最後に事業に対して大きな資金が必要になる場合と、事業を行う中で多くの企業と取引することが必要になる場合です。融資を受ける場合や取引をするためには信用が大切です。信用を得るために自分一人だとしても法人を始めた方がいい場合があります。今まで個人と法人の違いについて説明してきました。自分がやりたいことに対してどういった制度を活用するのかは大事な選択です。個人なのか法人なのか検討して良い活動ができればと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。